朝地ヶ原の鬼ババ。昔、武蔵の国花川戸に朝地ヶ原と呼ばれる寂しい荒れ地があった。家らしい家もなかったが、たった一軒見るからに汚いあばら屋が立っていた。それでも野道に行きくれた旅人にとっては、一夜の宿を請うありがたい家だった。ある嵐の夜、一人の旅人が宿を請うためにその家の雨戸を叩いた。ごめんください、ごめんください。どなたかいらっしゃいませんか。すると雨戸が開き、老婆が出てきていった。まあまあ旅のお方、嵐の中大変でしたでしょう。むさ苦しいところですが、どうぞ中へお入りください。と、老婆は旅人を招き入れた。その家には、老婆と娘が二人で暮らしており、旅人は老婆から質素ながらも温かいもてなしを受けた。娘は大層美しかったが、その美しい顔には影が漂い、ずっと押し黙ったままうつむいていた。老婆は旅人のために床の準備をし、案内した。旅人は宿を得た安心感からすぐに横になった。夜も更け、静まり返った頃、老婆はむくりと起き上がると、おもむろに大きな石を持ち上げ、寝静まる旅人の枕元へ立った。そしてその頭をめがけ、振り下ろした。老婆は鬼ババであった。宿を請うた旅人は誰一人としてその家から出てきた者はいなかったのである。鬼ババは旅人の身ぐるみを剥がし金品を奪うと、亡骸を引きずり近くの池に放り込んだ。999人目の旅人だった。娘は年老いた母の恐ろしい所業に恐れおののき、心を痛めていた。そしてその恐ろしい所業を咎めてもいたが、聞き入られることはなかった。ある日、どこからやってきたのか、一人旅の美しい稚児が宿を請うた。鬼ババはいつも通り招き入れると、いつも通りの質素な食事を振る舞い、床を述べた。稚児は旅の疲れからか、すぐにすやすやと寝入ってしまった。鬼ババはいつも通り大きな石を持ち上げ、稚児の枕元へ立ち、いつも通りその頭めがけ振り下ろした。稚児は声を上げる間もなく息絶えた。鬼ババは身ぐるみを剥ごうと亡骸を覗き込んだ。とその時、鬼ババは悲痛な叫びを上げた。
その亡骸は娘だった。娘は自分の命を捨て、年老いた母を咎めるために稚児と入れ替わって身代わりとなったのである。鬼ババは無残な姿となった娘に取りすがり、これまでの所業を悔いた。改心を誓いながら娘の成仏を願った。するとどこからともなく一筋の光が差し込み、その中に宿を請うた稚児が現れた。稚児は見る間に観音様へ姿を変えると、娘を両手に抱き上げ、天高く登っていった。その後、鬼ババは池に身を投げ、果てたとも言い、また尼になって手にかけた人々の菩提を弔ったとも言われている。鬼ババが身を投げたと言われる乳母ヶ池は、東京の花川戸公園で今でも見ることができるそうである。